皆さんこんにちは。かっちゃんぬりです。どうもどうも。はい、前回からですね、インパクトレンチを使ってトラックのタイヤの取り外し、これについてちょっとやってるんですけど、もう一つ重要な要素になってくるのがここにありますトルクレンチ。トルクレンチが必要になってきます。インパクトレンチでですね、強めに締めるのもいいかもしれないんですが、やはりですね、スタッドボルトを傷めてしまったり、ナット、そしてボルトの伸び、損傷してしまったりとかですね、そういう弊害、それからですね、途中で、パンクしたっていう時に、例えば路上でタイヤ交換をスペアホイールに交換しないといけないっていう時にですね、車載工具で緩まないとか、締めすぎているとそのような不具合があるかと思います。またですね、締めすぎないようにって言って、ちょっとこのくらいかなと弱めに締めてしまうと、緩んでしまったりとかでですね、そういうこともありえますんで、ここは一つですね、トルク管理をして、締め付けることをお勧めしたいと思います。そして、このですね、このケースに入っているんですけど、トルクレンチ、なんかこう楽器が入っていそうなケースなんですけど、これをですね、開くとですね、はい、映ってますかね、これ。こんな感じでトルクレンチが入っているんですけど、ものすごく長さが長いので、この中でもですね分割されて、このヘッドだけと、この部分が分かれて入っております。これはですね、このボルト2本で連結されてますんで、これを外してですね、こう差し込みまして、ですね、はい、ここに専用のレンチが入っていますんで、これによって締め付けをしまして、はい、この状態で使用するっていう感じですね。ものすごく長いです。ちょっとこのケースをしまってみましょう。長すぎてちょっと画面に映らないんですが、こういうふうにですね、スケールを当ててみると、120センチ、1メートル20センチ、長さがあります。結構ですね、ずっしり重たいですね。はい、これがですね、200ニュートンから800ニュートンまでをカバーする、トルクレンチです。それでですね、ホイールナットがだいたいトラック、600ニュートンぐらいが普通なので、4トン車、大型でも550ニュートンから600ニュートンぐらいってなってるんで、このくらい、あんまりですね、600ニュートンギリギリのトルクレンチで600ニュートンって言ったらちょっと精度があまり良くないし、耐久性を考えたらですね、その800ニュートンぐらいのトルクレンチで600ニュートンを占めると、そういうふうにしたいので、今回ですね、これを購入してみたわけなんですけど、結構いい感じに使えております。はい。で、これがですね、売っているところが、ガレージ .com っていうところで購入したんですが、多分台湾製とかじゃないかなと思います。台湾からいろいろ輸入している販売店みたいで、何回か別のものを買ったことがあるんですけど、そんな感じでですね、一つ確認のためにこれを使うという感じで、
使っていけばいいのかなと思います。もちろんですね、インナーアウター、前輪も後輪もですね、毎回緩めるごとにこれで締めると、それが一番無難なんですけど、本業でやってるタイヤ屋さんでもですね、こんなトルクレンチ持ってないんで普通は。はい。でうちではちょっとちゃんとやろうかなっていうことで、購入してみたんですけど、かなりいい感じに使えております。はい。で価格なんですけど、そのガレージ .com さんの、トルクレンチ、通常のトルクレンチって KTC とかいろいろ日本のメーカー、東日とかあるんですけど、そんなトルクレンチって10万とか15万とかするんですよ、トラック用っていうのは。トラックバス用ってやっぱり1000ニュートンとか、800ニュートン1500ニュートンとかもあるんですけど、もうそのクラスになるともう半端なく金額が高くなります。で、このガレージ .com のトルクレンチなんですけど、その中でもかなり安くてですね、トルクの範囲が一番ホイールナットに適している、トルクの範囲で200から、600ニュートンということで、適切にこれが使えるんじゃないかなと思って今回これを選びました。トルクレンチ使ってる方は大体わかると思うんですけど、ここでトルクのですね調整をするようになってるんですけど、使い終わったらですね必ず一番下のトルクまで戻すと、スプリングを巻き上げてますんで、それを完全に下まで戻すという感じで置いとかないと、そこもですね精度がすぐに狂ってしまいますんで、また構成に出さないといけないという感じになります。このクラスの構成になるとですね、測定器をどこも大体持ってないんで、専門の業者に送って、測って送り返してくるっていう感じになるんで、かなりお高くなるかと思うんで、そこは、絶対にですね、普通のトルクレンチもそうですけど、必ず0までじゃないんですけど、一番下のトルクまで戻すと、そういう感じで使っていきたいと思います。はい。皆さんもですね、ホイールナットのトルク管理大事なんで、やってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございます。バイバイ。